皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方に向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さんもう9月ですね。いやもう本当に時が過ぎるのが早すぎて、この前2024年始まったばっかりやんって未だに思ってるぐらいなんですけど、もう9月ですね。2024年もあと4ヶ月といったところなんですけど、皆さん最近はどうお過ごしでしょうか？日本は8月の終わり、9月の初めに台風10号が日本を直撃して、各地で土砂崩れだったり、土砂崩れっていうのは雨が降りすぎて山の斜面が崩れ落ちることなんですけど、そういった土砂崩れだったり洪水などが起きてしまいました。幸いにも私の住んでいるところは台風の本当に他の字もないぐらい、ちょっと雨が降ったぐらいなんですけど、日本に住んでいる方は皆さん大丈夫でしたか？9月はまだまだ台風が多いシーズンだと思うので気をつけないとなと思います。皆さんも気をつけてください。今回のテーマは日本語をどうやって勉強するかについてお話ししようと思います。How to learn Japanese というテーマでお話ししようと思います。私は皆さんのように日本語を学んでいるという意味では同じ立場ではないんですけど、言語を学んでいる身として、そして日本語のネイティブとして何か役に立つことがあるかなと思ったので、今回はこのテーマについてお話というか私の考えることをシェアできればなと思います。少しでも参考になれば幸いです。まずゴール設定、これがとても大事なことだと私は思います。例えばアニメを字幕なしで見たいだけなのか、旅行に行くときにちょっと使えたらいいなと思って日本語を勉強したいなのか、日本人とスムーズに会話したいとか、日本に留学したい、留学する予定がある、日本に住みたい、だから日本語を勉強したいといったその人それぞれの目的があると思います。そしてそれに向かったゴール設定がとても重要だと思います。なぜかというと、これは私が過去に失敗したというか、そのゴール設定とか明確な目標がなかったので全然言語が上達しなかったっていう経験があるんですけど、私は、約2年間フランスに留学していたことがあります。ですがフランス語は全然話せません。2年も住んでいてフランス語話せないんですかって思った方がたくさんいるかと思います。そうなんですよね。私は今フランス語は話せません。フランス語を学ぶための留学ではなかったので、授業とかは全部英語で受けていて、友達とかとの会話も全て英語でした。なので私の中でその時重要だった言語は英語なので、英語はたくさん勉強したんですけど、フランス語は住んでいたから勉強しないとなと思っていただけで、特に真剣に勉強するって言ったこともなかったし、そういったモチベーションとか動機とかゴールとかもなかったので全然上達しませんでした。フランスに住んでいたのでフランス語を使う場面とかはたくさんあったんですけど、今時翻訳とかもすぐできるし、本当に助けが必要な時はフランス人の友達に助けてもらったりっていうことが多かったので、全然フランス語の上達にはつながりませんでした。こういったことがあるので、その明確なゴール設定、これはもう絶対に必要です。そこにどれだけ近づけていってるかっていうのを可視化できたりすると、上達が早くなるかなと思います。なので自分の目的ゴールに合ったゴール設定、これを絶対にしておいてください。じゃあ次は実際にどうやって勉強していくかなんですけど、まず初心者の方、本当に今から始めますという方は、日本語にはひらがなとカタカナと漢字、この3つがあるのはご存知ですか？そのうちのひらがなとカタカナ、この2つを
とりあえずまずマスターしてください。このひらがなとカタカナ、これを毎日聞いて見て、書く練習もできたら書いて声に出して読んで発音して、これを毎日本当に10分とかでできると思います。その一通りあいうえおかきくけこってあるんですけど、それを一通り、全部ひらがなとカタカナを1回でいいんで毎日、聞いてみて発音して書いてみてっていうのをやってみてください。これを一番最初にやるかやらないかで、その後の伸びとかが全然違うと思います。このひらがなとカタカナはまず一番最初にマスターしてください。これはもう日本語ネイティブからのお願いです。もちろんその中級の方とかでも、例えばこのカタカナなんて読むんだっけっていうのは全然あると思います。あると思うんですけど、とりあえず一番最初にもう 100% マスターするぐらいの気持ちでひらがなとカタカナをまずは、練習してください。この発音練習をするときに自分のネイティブの言語にない音、そして日本語にはある音っていうのをしっかり理解できていると、自分の苦手な部分を重点的に練習することができるので、認識できたらしておいてください。例えばスペイン語だと ZA ザの発音がサになると思います。なのでザジーズーゼゾがスペイン語ネイティブの方だとちょっと難しいっていうのを聞いたことがあります。あと例えば韓国人の K-POP のアイドルの方々がありがとうございますっていう時にありがとうございますって言っているのをたまに聞きます。なので韓国人、韓国語がネイティブの方もこのザジーズゼゾの発音が難しいのかなと勝手に個人的に感じています。なので自分の母国語にない音だけど日本語にはある音、これを認識できると自分の苦手がすぐわかるので、その一人で練習している時もそこを重点的に練習することができるなと思います。でその次にひらがなとカタカナをマスターできたら、まずはインプット、これがとにかく大事なので、リスニングをとにかく続ける。そして少しずつ単語とかフレーズを覚えていって、文法とか漢字も少しずつ覚えていく。このような感じでちょっとずつやっていくのが私的にはいいかなと思います。一気にやってもう全部わからない、もう嫌だってなるのが一番ダメではないですけど、その避けたいことだと思います。なので続けるには少しずつ勉強してって、わかるをちょっとずつ増やしていけるようになったらいいのかなと思います。もちろんその勉強する時間をたくさん取れる方は毎日ね、大量に勉強して大量にインプットしてってやると上達は早いので、それができる方はもちろんそれで頑張ってみてください。あとインプットして使える単語とか文法の知識が増えたら話す練習、これも絶対に必要だと思います。それでおすすめなのが、まず自分の、よくある一日を考えて、それを説明できるように話せるように練習してみてください。そうすることで自分に必要な単語がわかるので、その必要な単語が必要なフレーズ、練習勉強していけばいいかなと思います。例えば朝早く起きる人だったら、私は朝早く起きます。朝早く起きて朝活、例えば朝に運動するとか、朝に日本語を勉強するとか、朝の時間を有効活用しますみたいな感じで、話せるように言えるように練習していけばいいかなと思います。ですが朝はよく寝てる人、夜型の人とかは、私は早起きします、早起きが得意です、早起きは苦じゃないですっていうフレーズはもちろん理解できるに越したことはないんですけど、自分が使う場面としたらほとんどないと思います。なのでそういった方は、私は夜型の人間なので夜に日本語を勉強します。夜遅くまで働いていたりします。夜遅くに何か作業したりしますとか、こういった感じで人それぞれ必要な単語とかが違うので、
それに合わせて勉強していけばいいかなと思います。あと、初級の段階だとインプットが本当に大事だと思うので、普段の生活の中に日本語を少しでも多く取り入れるように意識してみてください。日本人のインフルエンサーをフォローしたり、日本人の YouTuber をフォローしたり、ドラマとかアニメとかもっとたくさん見てみたり、日本語のひらがなとカタカナの表があるんですけど、それを印刷して壁に貼っておいたり、これは日本人の子供がよくやる方法だと思います。部屋の壁とかお風呂の壁にもよく貼って見て練習してっていうのをちっちゃい子はよくやってるかなと思います。私も子供の頃はどんな表が貼ってあったかは全然記憶にないんですけど、貼ってあったのは覚えています。こんな感じでできるだけ多く目に入る、耳に入るように心がけてみてください。次に中級の方、少しは理解できるようになった、少しは会話できるけどまだまだ知らない単語とかが多いなっていう方、そういった方はいろんな日本語に触れてどんどん吸収していくべきかなと思います。語彙力を増やすために、いろんなジャンルの本を読んでみたり、ドラマとかアニメとかを見るにしても、いつも例えば恋愛系のものを見ているなら、じゃあ今回は、医療系とか刑事もの、サスペンスの作品を見てみたり、スポーツが好きな方だったらその一つのスポーツじゃなくて違うスポーツのアニメの作品も見てみようとか、そういった感じでいろんなジャンルのものに触れていって語彙力とかを増やしていければいいのではないかなと思います。漫画を読むのは私的にはすごくおすすめなんですけど、漫画を読む際は振り仮名、このルビがついているものを選ぶことをおすすめします。だいたいフレーズとか単語とかも何言ってるか分かるっていう方も、その振り仮名がついているに越したことはないと思いますし、分からない時に調べる手間が省けますし、漢字で当て字で普段そんな言葉存在しなかったり使わないけど、このシーンとかキャラクターとかを表現するために独特の漢字を使ったりっていうこともあるので、日本語ってこういうことあるよねっていうニュアンスとかをつかむ練習にもなると思うので、できるだけ振り仮名が振ってある漫画とか本を選ぶのをおすすめします。次にアウトプットの練習はオンラインで日本語のレッスンを受けるのも一つなんですけど、もっと簡単に、もし近くに日本語を勉強している方がいるなら、その人と練習するのをおすすめします。いきなりネイティブの方だとその分からないことが多すぎたり、自分やっぱり日本語できひんのかなみたいな感じで挫折しそうになってしまうこともあるかもしれないんですけど、勉強中の方同士だと気軽に会話ができて、その自分たちの母国語の言語とかも混ぜながら会話できると思うので、今日このフレーズ学んだから使ってみようみたいな感じで気軽にできるかなと思います。これはその相手がいるっていう前提なんですけど、もしいたらぜひやってみてください。これは私がよくやる方法なんですけど、私の妹も英語と韓国語が少し話せるので、普段話すときは日本語がもちろんメインなんですけど、韓国語とか英語とかで会話してみたりしてます。合ってる間違ってるはわからないんですけど、最初に使ってみる場として相手がいたらぜひお互い協力しながらやってみてください。あと少し日本語ができるようになってきた方だと、敬語、これも少しずつ勉強していったらいいのかなと思います。敬語も例えば本当にフォーマルな場、ビジネスとか学校で先生に対してとかだと敬語は絶対なんですけど、年齢が近い方同士で友達になりたいな、年は1個上だな1個下だなみたいな時は、場合によって全然敬語を使わない時もあるので、敬語自体難しいですけど、どうやってどのシーンで誰に使うかっていうのも人それぞれって感じなので、こういったニュアンスの違いとかも少しずつ勉強していって使えるようになってきたらいいのかなと思います。
最後に注意点なんですが、どんなタイプの作品でもアニメの日本語は普段私たちが日本人が使うものとは、少し違うものっていうのを大前提に、頭に入れておいてください。もちろん単語とかはたくさん学べるし、リスニングの勉強にもなるし、まずなんせ面白いんで、そりゃ見続けたくなるし、それがとても日本語の勉強に役に立つっていうのはあるんですけど、このキャラクターが好きだからこのキャラクターみたいに話したいっていうとなると、もちろんいいんですけど、その実際日本人と話すときには少し気をつけていただければなと思います。なぜならアニメみたいに話してると面白いんですけど、お友達になりたいみたいな場合だとなんかちょっと普通に喋ってほしいなっていうのはあると思います。なので日本人と友達になりたいとか、そういった場面で話すときはアニメっぽさはなくしていただければなと思います。今回は日本語の勉強方法についてお話ししてみました。なんか本当にいろんな情報をバーって言った気がするんですけど、この中で何か一つでも、役に立つような情報があればなと思います。何か質問などあればぜひコメントで教えてください。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。